チップは目に見えないけれど、私たちの生活を支える新しい油だ。世界がこの小さな板にかける争いは、まさにチップ戦争と呼ばれるほど激しい。まずは技術の土台から話そう。半導体の進化はムーアの法則で始まった。ムーアの法則とは、集積回路のトランジスタ数が約2年ごとに倍になるという経験則だ。最初は平面構造だったが、サイズが限界に近づくと、へこみを作ったフィンフェットという形に変わった。さらに先は全周囲ゲート GAA へと進んでいる。製造工程はシリコンウェハをきれいなクリーンルームに持ち込み、 EUV で微細な回路を描くリソグラフィ、次にエッチングで不要部分を削り、最後にデポジションで薄膜を重ねるという順番だ。これらのステップは料理でいうと材料を洗って切り、火で焼いて味付けするプロセスに似ている。一つでも手抜きがあれば完成品は食べられない。次に注目したいのは純粋受託ファウンドリの登場だ。モリス・チャンが創業した TSMC は顧客から設計だけを受け取り、製造だけを担当するモデルを確立した。結果として先端プロセスの市場シェアは55、60%、7ナノメートル以下では 90% 以上を占める独占な地位にまで上り詰めた。アップルや NVIDIA、AMD といった大手企業もほぼ全ての最新チップを TSMC に委託している。これはまるで有名シェフが最高級の食材を専門店から調達するような関係だ。しかしこの技術と供給の集中は政治な緊張を生む。米国は輸出管理局を通じて高度装置の中国への流出を制限し、チップス法で国内産業の育成を加速させた。一方、中国は自国の半導体産業を急速に拡大しようと、シリコンシールドという概念で、台湾の先端製造能力を抑止力にしようとしている。台湾の新竹サイエンスパークは、地理にも防衛に重要な位置にあり、もしここが危機に陥れば、世界の電子機器は瞬時に停滞するリスクがある。このような背景から、各国はサプライチェーンの再編を進めている。台湾プラスワンやチャイナプラスワンの戦略は、主要拠点を台湾以外にも分散させる試みだ。欧州ではドイツが SMC 社を誘致し、米国でも新たなファウンドリ建設が進行中だ。韓国はサムスン、エレクトロニクスと SK、ハイニックスがメモリ領域で世界トップクラスのシェアを持ち、TSMC との協力関係に依存している。もし台湾の製造が停止すれば、メモリ需要は急落し、韓国経済にも大きな影響が及ぶだろう。結局、チップ戦争は単なる技術競争ではなく、経済と安全保障が交差する複雑な舞台だ。ムーアの法則が示すように、常に小さく、速く、安くなる挑戦は続く。その先にあるのは、誰が次世代のシリコンシールドを握るかという、見えない戦いの行方だ。台湾には、シリコンの盾と呼ばれる考え方があります。これは、世界最大の半導体メーカーである TSMC が台湾にあることで、もしここで争いが起きれば世界経済が止まってしまうという抑止力のことです。具体には、世界の国内総生産の 5% から 10% が失われるほどの大きなダメージになります。しかし、リスクもあります。主要な工場が集まる新竹サイエンスパークは、地理に中国に近く、とても不安定な場所にあります。そこで今、台湾プラスワンという戦略が進んでいます。これは、台湾だけに頼らずに、生産拠点を他の国へ分散させてリスクを減らそうという考え方です。今、アメリカと中国の間では、技術の覇権を争う激しい戦いが起きています。アメリカは中国への輸出を厳しく制限し、さらにチップス法という法律を作って、製造拠点をアメリカ国内に戻そうとしています。その一環として、TSMC がアリゾナ州に工場を建てています。日本もこの動きに合わせて、熊本にジャスムという工場を誘致し、半導体産業の復活を目指しています。このように、信頼できる国同士で供給網を作るフレンドショアリングや、
自国に近い場所で調達するニアショアリングという動きが世界中で広がっています。半導体を作る仕組みはとても複雑な生態系のようなものです。素材、部品、装置という3つの要素が揃わないと何も始まりません。特に ASML 社が作る EUV という特殊な装置は世界中でここしか作れない大きな壁となっています。技術の進化も止まりません。これまではムーアの法則という回路を小さくして性能を上げる方法が主流でしたが、今は限界が近づいています。そこでゲートオールアラウンドという新しい構造やチップレット、3次元実装といった高度なパッケージング技術で性能を底上げしようとしています。また工場の管理方法も変わりました。昔は熟練した職人の経験に頼っていましたが、今は AI や機械学習などのデータを使って効率よく製品を作る管理へと進化しています。こうした半導体業界の仕組みは経済学者のアダム・スミスが唱えた分業の考え方に似ています。一人で全部やるのではなく、得意な分野に分かれて専門に作ることで全体の生産性が飛躍に上がるという仕組みです。現代の半導体供給網はまさにこの分業の力が究極まで突き詰められた形だと言えます。1987年、モーリス・チャンという人物が半導体業界の常識を塗り替える新しい仕組みを作りました。それが純粋な受託製造、つまりファウンドリというモデルです。自分たちで製品は作らず、他の会社から設計図を預かってチップを製造することに特化したのです。これにより顧客と競合することがなくなり、深い信頼関係を築くことができました。さらに TSMC は極端紫外線という最新の露光技術をいち早く実用化し、圧倒な技術のリードを勝ち取りました。設計ツールなどの周辺環境も整え、顧客が素早く製品を世に出せる仕組みを構築したのです。こうして台湾の安全保障は軍事力だけではなく、世界が半導体に依存しているという状況によって守られるようになりました。これがシリコンの盾と呼ばれる考え方です。TSMC は世界の半導体市場の半分以上を占めており、人工知能やスマートフォン、自動車、さらには国防まであらゆる重要産業の心臓部を握っています。しかしこの強さは同時に弱点にもなります。世界中の企業が台湾に頼りすぎているため、もし台湾で地震や紛争などのトラブルが起きれば、世界経済に壊滅な打撃を与えます。ある分析では、その損失は10兆ドルにも上ると言われています。そこで、世界な競争が激しくなっています。TSMC に対し、サムスン電子は、メモリと製造の両方ができる強みを生かして追い上げています。特に、3ナノメートル以下の次世代構造である GAA という新しい技術を先取りし、テスラなどの大口顧客を獲得して競争力を証明しようとしています。また、インテルも再挑戦を始めています。かつては製造で遅れを取りましたが、自社製造と外部委託を組み合わせる戦略に切り替えました。アメリカ政府のチップス法による補助金を活用し、国内に工場を建設して、2025年には最新の GAA 技術を導入する計画です。現在の市場は5ナノメートル以下の最先端分野を TSMC とサムスンが分け合い、それ以外の成熟した分野を多くの中小企業が競い合うという2つの層に分かれています。ここで TSMC は難しい選択を迫られています。技術なリーダーシップと顧客の信頼、そして人工知能需要による高い収益力という強みがある一方で、製造拠点が台湾に集中しているという大きなリスクを抱えているからです。世界な供給網の弱点をなくすために、海外に工場を建てる必要がありますが、それは多額の費用がかかり、最先端の技術が外に漏れる危険も伴います。今後の展望を見てみましょう。2026年までは、人工知能や高性能計算向けのチップ需要が爆発し、工場の稼働率は最高レベルを維持するでしょう。ここでは、最新のトランジスタ構造のぶどまりを安定させることが鍵となります。2028年から2030年にかけては、アメリカ、
ヨーロッパ、日本による補助金争奪戦が激しくなり、企業の財政な負担が増えると考えられます。また、投資規制が強まり、企業の買収や技術ライセンスの取得が難しくなるでしょう。長期には、アメリカとその同盟国、そして中国とその親密な国々という、地政学な分断が進む可能性があります。各国が自国で半導体を作る国産化競争に突き進むことになるでしょう。台湾のシリコンの盾も矛盾を抱えています。世界にとって不可欠な存在であることで国際な地位を高めましたが、同時に世界中の企業が台湾への依存度を下げようとする動きを加速させてしまいました。脱台湾という議論が進めば、この盾が逆に台湾を孤立させるかもしれません。結論として、半導体産業の未来はどうなるのでしょうか。まず、技術の格差は残り続けます。アメリカと同盟国は、最新の露光装置や設計ツールで優位性を保ち、中国は16から28ナノメートルの成熟した工程で国内市場を固めるでしょう。次に、供給網は分散していきます。TSMC やサムスン、インテルは海外に工場を建て、リスクを分散させます。自国に戻すリショアリングや、信頼できる国に拠点を置くフレンドショアリングが加速します。人工知能の需要は止まりません。2030年まで市場は成長し続け、2ナノメートル以下の極限の競争が繰り広げられます。しかし、アメリカと中国の技術戦争は続き、台湾海峡という不安定な要素が最大の変数として残り続けるでしょう。この状況において、企業は供給網を多様化させ、最新のパッケージング技術に投資することが不可欠です。政府は補助金政策で自国産業を守り、技術流出を防ぐ必要があります。投資家にとっては、人工知能による短期な強気相場がある一方で、地政学な不確実性という長期なリスクを考慮しなければなりません。半導体産業は、単なる技術競争ではなく、国家の安全保障と経済な力の再編という、極めて政治な戦いへと変わっているのです。まず最初に立ちはだかるのが技術な課題です。3ナノメートル以下の微細化を実現するには、これまでの技術ではもう限界が来ています。新たに必要となるのが、ゲートオールアラウンドという構造や、グラフェンに代表される2次元の素材、それからチップを3次元に重ねるスタッキング技術です。ここで問題になるのが露光装置である EUV の性能です。2ナノメートル以降の微細化には、現在の EUV よりも高性能なハイ NA-EUV の導入が不可欠ですが、この装置を製造できるのはオランダのアスモール社ただ1社だけなんです。次に現在の競争の構図を見ていきましょう。半導体の受託生産、つまりファウンドリ市場では、台湾の TSMC、韓国のサムスン、アメリカのインテルの3社が大きなシェアを持っています。しかし後からこの市場に参入しようとする企業が直面する壁は、あまりにも高いものです。まず最先端の工場を建設するだけで100億ドル以上、日本円で約1兆5000億円もの巨額の投資が必要になります。さらに最先端の製造技術を習得する難易度も極めて高く、新規参入は事実上不可能に近い状況です。それでは今後、半導体をめぐる争いはどのように展開していくのでしょうか。まず最初に注目したいのは台湾の役割です。台湾は現在、世界全体の半導体供給網の中心な拠点となっています。そのため地政学な重要性がかつてないほど高まっているのです。次にアメリカと中国の対立構造です。アメリカは自国の半導体産業を強化するため、チップス法と呼ばれる大規模な支援策を打ち出しました。一方中国は半導体の自給自足を目指して動き、中芯国際や超高記憶化にといった企業の育成を急いでいます。技術革新の面では、ゲートオールアラウンドや2ナノメートルプロセス、3次元パッケージングといった次世代技術の開発競争がますます加速していくでしょう。さらに供給網の再編も着実に進んでいます。これまでコストを優先して海外に移していた工場を自国に戻す海流、そして同じ価値観を持つ友好国との間で供給網を構築する友好国海流といった動きが広がり、地政学なリスクを分散しようとしているのです。
最後に大切な最終な気づきをまとめておきます。半導体はまさに21世紀の石油と呼べるでしょう。世界の経済も軍事力も技術における主導権もすべて半導体の行方にかかっているんです。TSMC は台湾にとって核兵器を守ってくれる傘のような存在だと例えられることもあります。台湾の安全保障は半導体産業と切っても切れない深い関係にあるのです。そして韓国のサムスンはファウンドリ市場で TSMC に対抗できる唯一の競合相手です。ゲートオールアラウンド技術とハイバンド幅メモリとの相乗効果をどう生み出すかが今後の勝敗を分ける重要な鍵となるでしょう。チャールズ・ディケンズのニト物語には複数の場面でディファージやマダム・ディファージュ、リュシー、そしてワイン店の話が出てきます。例えば編み物のショーや裁判の場面、バスティーユ牢獄の描写などがそうです。ある場面ではこう書かれています。ワイン店ではいつもより早くから飲み始めていた。ディファージュ氏は普段からとても薄いワインを売っていた。別の場面では法廷が静かになって彼の声が聞こえるようになると、ディファージュが連れてこられたシャーロット・ブロンテのジェーン・エアーには手を握りつぶすシーンや古い学校の服を着るところがロチェスターとの激しいやり取りと似ています。例を挙げると、私は彼の手を握りつぶした。このショーが終わるまで古いロード校の服以外は何も着ないわ。というセリフがあります。アーネスト・ヘミングウェイの日またぎにはボートを漕ぐ場面があります。短くて行動中心の散文が特徴で、ボートは軽くて漕ぎやすかった。私は暗い水の中を進んだ。といった表現があります。ブラム・ストーカーのドラキュラには生々しい医療の場面が出てきます。長い傷を縫う描写はゴシック文学特有の恐怖を感じさせます。医者は大きな長い傷を鉗子で広げながら縫っていた。といった具合です。ジョリス・カール・ウイマンスの反自然には派手で官能な物体の描写があります。複数のものが愛のために存在しているような表現はウイマンスの大敗なスタイルと一致しています。その他に特定しにくい断片も混ざっています。スルタンの話や氷山の幻覚の部分などです。このテキストには共通の特徴が見られます。まずゴシックホラーの要素です。傷や牢獄、審問のような場面、不気味なイメージが含まれています。次に社会な背景です。ニト物語に出てくる革命の話や身分を示すスカーフの描写から階級や抑圧の問題が読み取れます。五感の豊かさも特徴です。シルクやワイン、血の質感、叫び声のような音、手の豆や縫い目のような触覚の細かい描写が散りばめられています。それから断片な構成です。視点や文体がコロコロ変わるので、複数の資料を意図または偶然につなぎ合わせたような印象を受けます。このテキストの用途としては3つ考えられます。1つ目は AI の学習データです。多様なスタイルと出典があるので、言語モデルに文学作品の散文を学習させるのに適しています。2つ目は文章分析の実験です。バラバラの入力から、モデルがどの程度セグメント化したり分類したり、まとまりのある文章を生成できるかをテストするのに使えます。3つ目は創作のコラージュです。ゴシック、ロマン、モダニズムのスタイルを混ぜて、現実離れした意味のある作品を作ることを目にしている可能性もあります。このテキストは単一の物語として成り立っていません。まるでデータベースから文学作品の断片を DUMP したようなものです。ベクトルデータベースのタグがあるのも、データセットのメタデータや区切りを示しているのかもしれません。繰り返しも見られます。ディファージュとはインテンのテーマが何度も出てくるので、元の資料でこの部分が多く含まれていたことがわかります。文体の変化も激しく、ロマンチックな JN、エアーからグロテスクな医療シーン、政治な革命の話まで移り変わります。このテキストを活用するなら、こういう方法があります。分析したい場合は、すべての出典を特定して、
文体の違いやテーマのつながりを研究すると良いでしょう。生成に使いたい場合は、ゴシック、ロマン、モダニズムのスタイルを混ぜるプロンプトとして使えます。デバッグに使う場合は、セグメントの区切りが、より大きなデータ群の意図した境界と一致しているか確認すると良いでしょう。このテキストには、アーネスト・ヘミングウェイの武器よさらばの抜粋も含まれている可能性があります。銃や雨に濡れたキャンバス、額のコブの記述から、負傷した兵士が列車の中で武器と自分の傷について考えている場面だと推測されます。ディケンズのニト物語の部分は、サンタントワーヌにおける革命熱狂を描いており、リファージュ夫妻が登場しています。テキストは途中で途切れていて、これらの絵を描いた時幸せでしたかという不完全な文で終わっています。これは別の出典のものか、未完成の思考の一部かもしれません。もし追加の抜粋の特定や特定のセグメントの分析が必要であれば、対応できます。混沌の中心、最後のくだりは芸術や記憶についての対話を示唆している可能性がある。ソースの特定、テーマの解釈、欠落部分の再構築に関して助けが必要ですか。